今回はモーグのアナログパーカッションシンセサイザー DFAM についてお送りしたいと思います。まずは DFAM の大まかなシステムなんですけども、まず一番左の上が VCO、オシレーターになります。そして右の青で囲っている部分がミキサー、そしてその隣が VCF フィルターです。そして緑色で囲ってある部分が VCA、音量に関わる部分、そして下の黄色がシーケンサー、そして一番右がパッチという仕組みになっています。で、自分の場合はミキサー部分とそれから下のシーケンサー部分、ベロシティとピッチの部分のつまみがちょっと小さくて使いづらいので、こうしたサードパーティー製のつまみをつけて使っています。このつまみについては概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので参考にしてください。本体背面の方はオーディオアウト、こちらモノラルです。それから電源インプットというシンプルな構成になっています。はい、そしてまずはオシレーター部分から見ていこうと思うんですけども、基本的にはこちらのシーケンサーで音を出しながら音作りをすることになります。まずこちらの赤いボタンがシーケンサーの再生と停止ボタン。そしてアドバンスボタンで任意のステップを選ぶことができます。そしてトリガーボタンを押すとそのステップだけを演奏することができます。ちなみに上の列がピッチ、音の高さを、下の列がベロシティ、音の強さをコントロールします。まずはこちら VCO Decay から見ていきたいと思います。こちらの8ステップのシーケンサーのピッチ、音の高さとそれからベロシティ、音の強さですね。こちらを調整しながら VCO Decay を使用することでステップごとのピッチに変化をつけることができます。続いてこちらシーケンサーのピッチとベロシティをこのように調整しました。で、基本的に VCO Decay は隣の VCO Easier Mount、それからフリケンシーの方とリンクしていますので、これらのノブを回すことで音が変化していきます。VCO フリケンシーノブはオシレーターの鳴り始めのピッチを設定します。可変幅は10オクターブ以上です。VCO1 と2の Easier Mount ですが、それぞれのピッチを変化させる量を調整します。VCO の1と2はそれぞれ区形波と三角波を切り替えることができます。三角波は柔らかい音で倍音構成が比較的シンプルな波形です。その一方で区形波は三角波よりも倍音成分が多く固めの音色です。で、こちらシーケンサーピッチモジュレーションスイッチです。どのオシレーターをシーケンサーのピッチノブでコントロールするかを選択します。一番上にするとシーケンサーのピッチノブの出力が VCO1 と2のピッチにかかります。オフにするとシーケンサーのピッチノブの出力がオシレーターにはかからず、パッチベイのピッチ CV アウトプットのみに出力されます。こちらシーケンサーのピッチノブの出力が VCO2 のみにかかります。こちらハードシンクスイッチです。オシレーター2の位相を強制的にオシレーター1の位相に合わせます。音色的にはよりシャープになり、ピッチはオシレーター1とリンクした状態になります。こちら FM アマウントです。ビブラートのような効果をつけることができます。こちらミキサー部分ですが、一番上が VCO1 の音量、2つ目がホワイトノイズジェネレーターの音量レベル、そして一番下が VCO2 の音量レベルになります。そしてノイズ VCF モジュレーションノブを使えばノイズジェネレーターにモジュレーションをかけることもできます。こちら VCF のカットオフです。ノブを右に回すことで倍音の広域成分をより強調させることができます。そしてこちらレゾナンスです。カットオフで設定した周波数付近の倍音成分をより強調することができます。こちら VCF スイッチです。このスイッチでローパスまたはハイパスモードに切り替えます。
ローパスモードではフィルターのカットオフフリケンシよりも高い周波数帯域の倍音成分が弱められ、ハイパスモードではカットオフフリケンシよりも低い周波数帯域の倍音成分が弱められ、線の細いサウンドになります。VCF ディケイです。フィルターのカットオフフリケンシーに変化を与えることができます。ノブの左側では瞬間的な効果、10時からセンター位置あたりでシャープな効果が与えられ、右側にすることでフィルターモジュレーションがより長い時間かかることになります。そしてこちらの VCF イージーアマウントでフィルターモジュレーションのかかり具合を調整します。でこちら左に回すとマイナス、右に回すとプラスという設定になっています。こちら VCA イージースイッチです。こちらファーストにすると音の立ち上がりが速く、スローにすると音の立ち上がりが遅くなります。VCA ディケイです。VCA からの出力レベルをコントロールします。左側に回すと音が短くなり、右側に回すと音が長くなります。こちらボリュームノブです。ヘッドホンの音量や音声出力レベルを調整します。こちらテンポノブです。シーケンサーの1ステップを16分音符とした場合に 10ppm から1万 ppm の範囲で変化します。次にパッチベイです。DFM には24個のパッチがあります。ラベリングがあるものはアウトプット、ないものはインプットになっています。同じくモーグのマザー32と接続してパッチがどのように機能するか見ていきたいと思います。まずはトリガーインプットです。このインプットに信号が入ると、その時に選択されていたシーケンサーのステップのベルシティ値で発音します。ここではマザー32のゲートアウトからトリガーインに接続しています。マザー32のキーボードを押すと DFM の音が発音されます。ここで DFM のシーケンサーを走らせてマザー32のシーケンスを走らせるとゲートアウトからの信号をもとに DFM も発音します。ちなみにクロックで同期しているわけではないので DFM のテンポコントロールが可能です。トリガーアウトです。DFM から外部機器を同期するときなどに使います。クロック入力です。DFM を外部機器と同期させる場合などに使用します。この場合 DFM のテンポノブの設定は無効になります。続いて VCA-CV インプットです。DFM 全体の音量をコントロールできます。ここではマザー32の LFO の変化と DFM の音量の変化をリンクさせてみます。
VCA アウトプットです。DFM の VCA からのオーディオ出力です。ここではマザー32とクロック同期させた上で DFM の VCA アウトからマザー32のオーディオインプットに接続します。マザー32のミックスノブを右に回すと DFM の音をモニターすることができます。ベロシティインプットです。このパッチに信号を入力することで音の強弱に変化をつけることができます。VCA ディケイインプットです。VCA の音の長さをコントロールすることができます。マザー32の LFO の値と VCA ディケイをリンクさせてみます。VCA イージーアウトプットです。VCA のエンベルプジェネレーターの CV を出力します。ここでは VCA イージーアウトからマザー32のオシレーターのオクターブをコントロールしてみたいと思います。ここでシーケンサーのベロシティに少し変化を加えてみたいと思います。オーディオインプットです。このインプットに音声を入力してミキサーセクションのノイズノブで音量を調整することができます。ここではマザー32の VCA アウトをオーディオインプットに接続しています。通常ノイズノブを右に回すとノイズが聞こえるんですけども、オーディオインにパッチしてノイズノブを右に回すことでマザー32の音を聞くことができます。VCF ディケイインプットです。VCF のエンベロブジェネレーターの長さをコントロールすることができます。ここではマザー32の LFO を使ってコントロールします。こちら VCF ディケイノブの値によって様々に変化します。VCF イージーアウトプットです。VCF のエンベロップジェネレーターからの CV を出力します。ベロシティアウトです。シーケンサーの各ステップのベロシティノブの設定値を CV として出力できます。そしてノイズレベルインプット。このインプットでノイズノブの値をコントロールします。ここではノイズレベルインにベロシティが入力されるとノイズが強調されます。ピッチアウトです。シーケンサーの各ステップのピッチノブの設定値を CV として出力できます。VCF モジュレーションインプットです。このインプットに CV が入力されるとノイズジェネレーターとの内部接続がシャットダウンされ CV で VCF をコントロールできます。ここではピッチアウトの CV が入力されることで広域のノイズ成分がカットされ低域だけが残ります。
VCO ディケイインプットです。VCO のエンベロップジェネレーターの長さをコントロールできます。そのことによりピッチ変化をさらにダイナミックにできます。VCO イージーアウトプットです。VCO のエンベロップジェネレーターからの CV を出力します。こちらは主に VCO ディケイノブとシーケンサーのベルシティノブの設定によって変化します。続いて VCO1 CV インプット、そして VCO2 CV インプットです。それぞれ VCO のピッチを CV によってコントロールできます。VCO1 アウトです。VCO1 の信号をそのまま CV として出力します。こちらは VCO1 フリケンシーノブ、それから VCO1 イージーアマウントノブなどとリンクしています。ここではマザー32の VCF レゾナンスをコントロールしています。FM アマウントインプットです。FM アマウントノブを CV によってコントロールできます。マザー32の LFO から FM アマウントをコントロールします。VCO2 アウトプットです。VCO2 の信号をそのまま CV として出力します。ここではマザー32の VCO のピッチをコントロールします。テンポインプットです。シーケンサーのクロックを CV でコントロールできます。ランストップインプットです。シーケンサーのスタートとストップを CV によってコントロールします。プラス 5V の信号が入るとシーケンサーがスタートし、0V がインプットされるとストップします。
今回は以上となります。DFAM は有機的なリズムを生み出すことができるユニークなモジュラーシンセだと思います。ご視聴いただきありがとうございました。